年金暮らしになっても冷蔵庫の中がすっきりしていて、食費の使い方もどこか落ち着いている人がいます。安いものを選んでいるのになぜか食費が減らない。冷蔵庫の中にまだ使えるものがあるのにまた買い足してしまう。そんなことはありませんか？大切なのは売り場であれこれ迷うよりも、まず家を出る前に冷蔵庫を開けてみること。今日はその理由を優しく紐解いていきましょう。この動画を最後まで見ていただければ、食費の無駄を減らす6つの見直しがわかります。冷蔵庫の奥に眠っていた食材や同じものの20買い、使い切れずに残っていたものに気づき、買い物の前の迷いも毎日の食事の支度も少しずつ軽くなっていきます。特売や半額を見た時も安いからだけで選ばずに一度立ち止まれるようになります。そして今日作れるものが見えてくると、買い足さなくても家にあるもので一品作れる日が増えていきます。そうして頑張ってやりくりしなくても食材が自然と回る冷蔵庫に近づいていくんです。この動画が毎日の買い物と台所を優しく整えるきっかけになれば嬉しいです。一つ目の見直しは、買い物の前に冷蔵庫を一度見ることです。安く抑えているつもりなのになぜか食費が減らせない私たちはついスーパーで何を選ぶかばかりに目が向きやすいですよね。でも実は食費の無駄を減らす最初の場所はスーパーではなく、出かける前の冷蔵庫の中かもしれません。買い物上手というとつい特売や半額、大容量などをお得に選ぶことだと思いがちです。それに多めに買っておくことは家族の食卓を守る優しい備えでもありました。でも家にあるもので足りるなら買い足さなくていい日もあります。つまり買い物上手とは安く買う人ではなく、買わなくていいものに気づける人なんです。冷蔵庫の中が見えてくると、カゴに入れるものも確実に変わっていくんです。と言っても中身を全部出してまで確認する必要はありません。今何が残っているかなとちょっと確認するだけ。その出かける前の1分が一つの買いすぎを防いでくれることがあります。特に冷蔵庫の奥や扉のポケットは見落としやすい場所です。例えば半分残っているドレッシング、賞味期限が近い豆腐。私も家にあるかわからないまま買って帰ったら、扉のポケットに同じドレッシングが残っていたことがあります。またやってしまったと小さくため息が出ました。でもそれは買い物が下手だからではなく、見る順番が少し違っていただけ。そんなちょっとした積み重ねが食費の無駄につながっていくんですね。冷蔵庫を開けたら見るのは3つだけ。奥に残っているもの、賞味期限が近いもの、今日すぐ使えそうなもの。この3つを見てから足りないものだけを買い物メモに書いてみてください。それだけで買い足す量は少しずつ変わっていきます。特売や半額のお惣菜を見た時も一度立ち止まりやすくなります。今日使い切れるかな、家にまだ残っていなかったかな、そう考える時間が食費を守る小さなブレーキになっていくんですね。買い物に行く前に冷蔵庫の中を見る習慣ができると、買い足す前に今あるものを先に使い切ろう、そんな余裕も出てきます。そこで2つ目に取り入れたいのは、冷蔵庫にあるものでおかずを1つ作ってみることです。台所に使い道に迷ったまま残っているものはありませんか？少しだけ余ったものを見ると、ついこれだけじゃ何も作れないかなと思ってしまうものです。でも半端に残っているものはただの余り物ではありません。今日の一品を助けてくれる意外な助っ人になることがあります。買い足す前にまず家にあるもので何ができるかなと考えてみる。そうすると残り物を片付ける感覚ではなく、
今あるものを生かして台所を軽くしていく感覚に変わっていきます。そんな日が少しずつ増えてくると、家にあるものを確認する時間も前向きなものになっていきます。それが溜め込まない台所へ近づく大切な一歩になるんですね。私も今日こそは買い物に行こうと思いながら冷蔵庫と棚を覗いてみたら、残っていた豆腐、卵、しなびかけた葉物野菜、根菜の端っこ、買い置きの缶詰がありました。葉物野菜はさっと茹でておひたしに、根菜は細かく切ってお味噌汁に、卵は半端な野菜と一緒にとじる、サバ缶は大根おろしやネギを添える。それらを組み合わせてみたら、結局2日3日は家にあるものだけで過ごせたことがあります。その時買いに行かなくても案外なんとかなるものだなと少し嬉しくなったのを覚えています。家にあるものでおかずが一つできると、うまく使い切れたなという満足感が残ります。そう思える日が増えてくると、冷蔵庫の中を見る時間も今日は何が作れるかなと考えるちょっとした知恵比べのような楽しみに変わっていきます。疲れて体が重い日、買い物に行くのもしんどい日、献立を考えるのが面倒で台所に立つ気力がない日、誰にでもそんな日はありますよね。でも自分なりの名もなき使い切り料理が一つあるだけで心強いんです。残り野菜はお味噌汁に、卵は半端な野菜と炒める、缶詰は薬味を添える。手の込んだものを作らなくてもそれくらいで十分です。節約を辛い我慢にするのではなく、小さな楽しみに変えていく。その積み重ねが買いすぎず溜め込まない台所へつながっていくんです。3つ目に見直したいのは、安く買ったものほど冷蔵庫の手前に置くことです。食費を少しでも抑えたい時ほど半額や特売はやっぱりありがたいものですよね。お刺身やお魚、お肉、お惣菜などいつも買っているものに値引きの札がついていると、今日は得をした、そんな気持ちになることがあります。でも見落としがちなのは、半額や特売は安く買えた瞬間にお得が決まるわけではないということです。買えた時の嬉しさよりも食べきれた時の安心、そこまで含めて本当のお得なのかもしれません。特にお刺身などの生ものは日持ちしにくいからこそ値引きされていることもあります。だからこそ今日食べきれるかどうかまで見ておきたいものです。私も見切り品のお刺身を見つけて、今日はこれをメインにしようと嬉しくなって買って帰ったことがあります。けれど家に帰ると前の日のおかずが残っていて、思ったより食卓に並べるものがありました。まあ1日くらい明日でいいか、そう思って冷蔵庫の奥に入れてしまったら、翌日には鮮度が気になってあまり美味しく感じられませんでした。安く買えたはずなのに、最後は少しもったいない気持ちが残りました。その時にお得に買うこととちゃんと食べきることは別のことなんだとつくづく感じたんです。安く買えたことでほっとして、その後の置き場所まではつい後回しになっていませんか？そんな時は帰宅したらただ空いている場所へポンポン入れるのではなく、置く場所を少しだけ意識してみます。今日食べるもの、2日3日のうちに使うもの、早めに冷凍するもの、この3つのエリアに分けて、早く食べきるものほど奥ではなく手前に置いておく。これは完璧に管理するためではありません。明日の自分へそっと目印を残すようなものなんです。安く買えたことより最後まで美味しくいただけたこと、そこまで見届けてこそ暮らしを助けてくれる買い物になるんです。4つ目に見直したいのは、大袋や業務用の選び方です。たくさん入っている方が1つあたりは安く見えてついお得に感じますよね。家計を考えるほど
量が多い方に安心を感じることがあります。でも少し意外かもしれませんが、年齢を重ねると安さよりも食べきれる量の方が家計に優しいことがあります。大袋のカット野菜、大容量のドレッシング、大きなお肉のパック、業務用のお菓子や調味料、家族の食事をたくさん用意していた頃は大いに助けられた時期もあったと思います。それは暮らしを守るための大切な買い方でもありました。特に缶詰や乾物、調味料などはいずれ使うから、すぐ腐るものではないからとつい多めに買い込みやすいものです。でも暮らしの形が変わった今はその量が少し多く感じることがあります。食べる量、料理する回数、置き場所、使い切るペース、こうしたものが変わると、昔はちょうど良かった量でも冷蔵庫や棚を重たくしてしまうことがあります。必要なものを出すだけでひと手間に感じることがあります。買い方が間違っていたのではなく、暮らしの形が変わっただけなんです。私も以前はいずれ使うからとごま油を大容量で買ったことがありました。炒め物にもドレッシングにも使うからお得だと思ったんです。けれど一人暮らしでは思ったほど減っていきませんでした。使い終わるまでに1年以上かかってしまい、酸化してだんだん濃い色になって、香りや風味も落ちたように感じました。棚の奥のボトルを見るたびに、まだこんなに残っていると使わなければいけない気持ちになりました。その時にやっと気づいたのは、本当のお得は量が多いことではなく、自分のペースで無理なく美味しく最後まで使えることでした。だから今は容量の大きさよりも1ヶ月2ヶ月で気持ちよく使い切れる量かどうかを見るようになりました。もし次に大袋や業務用を手に取ったら、自分のペースで美味しいうちに使い切れる量かな。一度だけそう考えてみてください。少しでも迷うなら小さめや小分けを選ぶことがむしろ節約になることもあります。使い切れる分だけが並んだ棚は見た目も気持ちも軽くなります。家計を大切にしてきたからこそ、これからは今の暮らしに合う量へ優しく整えていきましょう。5つ目に取り入れたいのは買わない日を作ることです。買い物に行くたびに今日は必要なものだけと思っても、つい何かを買い足してしまうことはありませんか？でも本当の節約は安く買うことだけではなく、買わずに済む日を作ることでもあります。当たり前のようで、これが意外と難しいんです。例えば週に1回でもお金を使わないノーマネーデーを作ってみる。買い物を休む日があると、冷蔵庫にあるものを使い切る流れができ、お店で余計なものを見てしまう機会も減ります。するとなんとなく買い足していたものも買うかどうか迷う場面も減って、無駄な出費も少しずつ落ち着いていくんです。買わない日というと我慢の日のように聞こえるかもしれません。でもここで言う買わない日は無理をする日ではありません。今あるものを使って冷蔵庫の中をちょこっとリセットする日です。半分だけ残った野菜やハム、冷凍保存しておいたきのこ、乾麺や缶詰、一つ一つは小さなものでも組み合わせてみるとちゃんと一食になることがあります。その時に気づくんです。わざわざ買い足さなくても今日を整える力は案外台所に残っているんだと。そう考えると買い物に行かない一日が暮らしを見直す優しい一日に変わっていきます。買い物に行くと特売や半額、美味しそうな一品が目に入り、買うつもりがなくてもつい心が動いてカゴに入れてしまいますよね。買わない日を作ることはそんな自分を責めるためではありません。迷う場所へ行く回数をそもそも減らす、見て迷う前に距離を置くための優しい工夫なんです。
まずは週に1日だけ。私も以前はネギがない、豆腐がない、それだけで買いに走っていました。でも毎週月曜は冷蔵庫のリセット日と決めてからは、前の日曜の夜に冷蔵庫の中を必ずチェックする習慣がつきました。何が残っているか、明日は買わずに過ごせそうか、そうやって一度見ておくだけで、買う日と買わない日の区切りができて、普段の買い物にもメリハリがつくようになったんです。いつも切らさずに置いておく自分なりのお助け食材を1つ2つ決めておくと安心です。それだけでも今日は買い物を休めそうだなと思える日が増えていきます。週に1日だけでも冷蔵庫をリセットする日を作ってみる。中が軽くなると家計も気持ちも軽くなっていきます。買わない日は我慢の日ではなく、今の自分に合う買い物のペースを優しく整えていく日なんです。最後にお伝えしたいのは、冷蔵庫の余白は足りないことではないということです。むしろ余白があるからこそ、どこに何があるのかが一目で見えます。早く使いたいもの、まだ残っているもの、買わなくても足りるもの、それがすぐ見えることで、同じものを買い足したり、奥の食材を忘れたりすることを減らせるからです。つまり余白は食費の無駄を防いでくれる大切なゆとりでもあるんですね。冷蔵庫を開けた時、中のものが少ないと早く買いに行かなくては、そんな風に少し不安になることはありませんか？特に家族の食事を支えてきた方ほど、冷蔵庫に何か入っていることが安心につながっていたと思います。作り置きのおかず、家族の好きなもの、すぐ出せるおつまみやちょっとした一品、食べるものを切らさないように、家族が困らないように、急な予定にも慌てないように、そうやって暮らしを守ってこられたんですよね。今の暮らしでは冷蔵庫がいっぱいであることが安心とは限らないことがあります。あなたも空いている場所があると、もう少し買っても大丈夫と思ってしまうことはありませんか？特に昔からの大きな冷蔵庫を今もそのまま使っていると、使いかけの調味料、安かったお肉、まとめ買いした冷凍食品、安心のつもりがいつの間にか中を見えにくくしていることがあります。でもたくさん入れられることと最後まで使い切れることは同じではありません。中が見えないほど詰まっていると、あるものに気づけず同じものを買ってしまったり、奥の食材を忘れてしまう原因になるからです。だから冷蔵庫の余白は決して寂しいことではありません。在庫がちゃんと見えている、使う順番が分かっている、買いすぎを防げている、そう考えると、その空間は今の暮らしを守る安心になっていくんですね。冷蔵庫はただ食材をしまう場所ではありません。毎日の食事を支え、自分や家族の健康を守る出発点でもあります。今日お話しした食費の無駄を減らす冷蔵庫の習慣は、買い物の前に中を見ること、家にあるもので一品作ること、安く買ったものほど手前に置くこと、使い切れる量で選ぶこと、買わない日を作ること、そして冷蔵庫の余白を安心と考えること、この6つはどれも無理をする節約ではありません。今あるものに気づき、買わなくても大丈夫な日を少しずつ増やしていく。明日の朝、冷蔵庫を開けた時に何があるかすぐわかる。それだけで朝の支度も迷わず進み、一日をスムーズに始められます。ここだけ見直してみようと思ったものや動画への感想など、気軽にコメントしてくださいね。このチャンネルでは60代からの片付け、掃除、節約の工夫をお届けしています。よろしければチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てくださったあなたの毎日が
健康で穏やかな日々でありますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。